こんにちは、すずらんこみちのすずらんです。いつも動画をご覧いただきありがとうございます。今日はこちらのシードの新しい21期カリンバをご紹介していきたいと思います。このチャンネルではカリンバの練習動画や楽譜、カリンバ本体のレビューなどカリンバに関する情報をお届けしております。よろしければチャンネル登録をお願いいたします。それではどうぞ。はい、ということで今回はこちらのシードの新作21期カリンバの奥目が届きましたので、こちらをレビューしていきたいと思います。こちらは Amazon でカリンバ販売をしておりますアルソフィア様よりご提供いただきました。ご提供いただき誠にありがとうございます。アルソフィア様の方では同じ奥目素材の17キーもすでに販売が始まってるんですけども、今回はその21キーバージョンが販売開始となります。販売開始の日にちなんですけども、2023年の5月26日、時間は19時からとなっております。先に価格などをお知らせしておきたいと思います。こちらの販売価格は4900円だそうです。初回販売価格とお聞きしてるんですけども、今後この価格で維持されていくのか高くなるのかは今のところ検討中だそうです。初回販売分は50代前後ということなので、気になる方はお早めにチェックをしておいてください。ではまずはこちらの21キーカリンバの付属品をご紹介していきたいと思います。外箱はこのような箱になっておりました。どんぐりマークが印象的ですね。で、開けると、はい、ベージュ色のケースが入っておりました。そしてこの中にカリンバが入っておりまして、34期、21期、17期兼用の説明書と楽譜集が1冊入っておりまして、下にチューニングハンマーが入っております。付属品はとってもシンプルにこれだけです。では本体をご紹介していきます。届いた状態のままになっております。はい、キーの高低差も特になく良いお品が届きました。ありがとうございます。ではこちらをご紹介するにあたりまして、以前の商品も合わせて一緒にご紹介していこうかなと思います。まずはこちらの17キーの奥目ですね。そして17キーの全機種モデルはこちらのアカシアでした。そして最後に21キーの全機種モデルはウォルナットでした。この4台で比較をしていきたいと思います。はい、では比較をしていきたいと思います。まずは重さはこのようになっております。アカシアが 474g、 新しい17期奥目が 295g、 そして旧型のウォルナットが 483g、 そして新型の奥目が 353g でした。とっても軽いんですよね。21キーなんですけども、アカシアの17キーよりも軽いです。はい。もうこの中で持ち比べてみると、やはりね、このウォルナットの21キーの重さはずっしりときますね。そしてサイズも若干変わっておりました。サイズはこのようになっております。縦はね、だいたい一緒なんですけども、ウォルナットだけちょっと大きいかな。はい。そして幅ですね。幅がちょっとずつ変わっております。旧型のウォルナットよりも 0.5 センチ小さくなっております。17キーなんですけども、アカシアよりも奥目の方がちょっとだけ大きくなっております。本当にちょっとだけですね。で、この点なんですけども、比べてみると分かる通り、もちろんコンパクトになっているので、ケースもかなり変わったというか、以前の21キー、私は黒のケースを持ってるんですけども、こちらは専用ケースだったんですよね。こんな感じで横幅ぴったりのものなんですけども、これが新しい奥目になると随分大きくなってしまうんですよね。だからなのか、21キーについてきたこのケースなんですけども、これですね。これなんですけども、
奥目の17キーと同じケースでした。はい。新しいベージュ色のケースなんですけども、17キーのサイズに作ってあるからか、17キーの奥目はぴったり入るんですけども、奥目の21キーは若干こう斜めに入っていますね。これは改善されていくのかどうかはちょっとわからないんですが、なのでこのね説明書を抜いて入れてしまうとすごく斜めになってしまいます。私はいつも説明書とチューニングハンマーを抜いてしまってたんですけども、この奥目は説明書を入れた状態の方がまだ安定するので、この状態でしまっておこうかなと思います。とは言ってもね、奥目のこの17キーはそうだったんですけども、すごく使いやすくて、私はベッドのすぐ脇に実はケースもファスナーを閉めずにすぐパカッと開けれるような状態で置いてあります。なので寝る前にミサ様の楽譜をちょっとずつ練習してるんですけども、その時にいつも弾いております。最後に価格もお知らせしておきます。現在このアカシアとウォルナットは販売されてないんですけども、当時の価格でお知らせいたします。アカシアは5400円、奥目の17キーは4500円、ウォルナットの21キーは6800円、奥目の21キーは4900円です。値段がね、かなり下がってるんですよね。アカシアよりも安いんですよ。奥目素材になってから価格もかなり抑えられて製造されているようですね。値段が5000円切るっていうのがもうびっくりですね。ありがとうございますといった感じです。シードの奥目素材のカリンバにつきましては、17音カリンバの時にかなり詳しくご紹介しております。なので今回はあまり詳しくはご紹介しませんので、気になる方はよろしければ前回の17キーカリンバ奥目の動画をご覧ください。奥目になったことでの利点などもしっかり取材しながら動画を作りましたので、よろしければそちらもご覧ください。では、音の比較をとっていきたいと思います。いつもの命の歌と21キーだけは低音を使った匠をちょっとだけ弾いてみたいと思います。生音でマイクで音を拾っております。それではお聴きください。
はい、弾き比べてみましたがいかがでしたでしょうか。21キーはねなかなか私が慣れてなくてちょっとねリズムがおかしいところがありましたけど申し訳ございません。そしてウォルナットの21キーはやっぱりちょっとね重さが辛くなっていつものクッションを置いてしまいました。どうでしょうね、音の違いは。17キーの時は私は奥目がすごくね気に入って今も使ってるんですけども、21キーはどうかな。私はどちらかというとウォルナットのくっきりとした音の方が好みといえば好みでした。ですがやっぱりこの軽さは何よりいいですね。そして若干小さくなっただけなんですけど、たかが5ミリほどなんですけど、それでもやっぱりこの真ん中よりも反対側に伸ばして弾くようなのは弾きやすくなるような気がしています。ボディがねここの丸みが強くなってるのと、あとサラサラとした塗装っていうのも大きいかもしれませんね。17キーの方ももちろんこの丸みがついたボディになっておりますので、角張ったのが苦手な方にはいいんじゃないかなと思います。私はねそれほどここの丸みはこだわりがなく、むしろこの角張った本体も嫌いではないのでそれほど気にはなりません。そしてシードの一番の強みといえばここの金属ブリッジですね。ブリッジ部分と下ナット部分が一体型になっておりますので、面でボディにくっついている分より長くサスティンが伸びるようになっています。そこからさらに奥目という硬い素材を使うことによってまた音が広がりやすくなっているそうです。より軽量化されて、そして硬い木材ということでね、奥目は使いやすい個体かなと思います。そして次に21キーと17キーのこの違いというか選び方ですね。よくご質問をいただくんですけども、ここは難しいですね。兼用できるといえばできるんですよね。17キーに低音4本を足したものが21キーになりますので、17キーの楽譜も弾けないことはないです。弾けないことはないですっていう表現をしたのはこのドの位置ですね。真ん中にドがあるのと右側にドがあるのと、21キーですと左側でドを弾きたい時に真ん中4本をまたいで弾かなきゃいけないんですよね。17キーですと真ん中にありますので特に違和感なく弾けるんですけども、この違いって曲のアレンジによってはかなり重要になってきます。そして17キーは今現在市販の楽譜集もかなり多くはなってるんですけども、21キーの楽譜集は残念ながらありません。その点も大きな違いですね。以前から私がよくお話しさせていただいているんですけども、ピアノ経験者の方でしたらご自身で伴奏アレンジもできるかと思いますので、17キーではなく21キーでも低音の4本を入れた贅沢アレンジをして楽しむことができると思うんですけども、カリンバを始めたての方は17キーの方が扱いやすいかなと思います。私もね17キーばっかり弾いてるので21キーで弾くとどうしてもねこの4本増えただけなんですけど感覚がずれるのか弾けなくなるんですよね。難しいですね。なんでだろう。やっぱり幅の違いとか4本増えたからなのかな、この辺りはね。私はねブラインドタッチができないのでキーを見ながら弾いてるんですけども目が混乱するんですよね。はい。で今回のカリンバも以前のカリンバも同じなんですけども数字音階のみ刻印されております。なのでカナ音階や CD 表記の音階が必要な方は私がシールを販売しておりますので、よろしければそちらのシールもぜひご利用ください。1枚あたり100円で3枚セットで販売しております。なので300円からですね。はい、とてもお安く販売しておりますので、よろしければそのシールもご利用ください。1点注意点があるとすれば、この一体型ブリッジなんですけども、下ナットの部分が1本の棒ではなくてこう山になってるんですよね。なので山がキーとキーの間にありますので、この山にキーがぶつかってしまうと微ゾーンの原因になってしまいます。なんとなく嫌な音がするなとか変な音がするなっていう時はちっちゃく揺らしてみて音をね確かめてください。そうすると意外と早く治る可能性もあります。
はい、ということで今回は21期カリンバをご紹介しながら過去のシードの17期と21期も比較してご紹介してみました。概要欄に商品リンクを貼っておきます。販売開始時刻までは別の商品が並んでおりますが、販売開始時刻以降は選択肢が増えまして、こちらの21期カリンバもご購入することができます。26日の19時以降に商品ページをご覧いただいて、こちらの21期をクリックしてご購入ください。同じページにね、17キーもありますので、よろしければ17キーもご覧ください。今回は以上となります。最後までご覧いただきありがとうございました。また次回の動画もお楽しみに。それでは、すずらんこみちでした。どんぐりがかわいい。眺めてるだけでも癒しですね。奥目って言っても色がね、私のこの17キーは赤っぽかったんですけども、21キーはちょっと白っぽいというか、この色の若干の違いも可愛いな。そしてこのね、ワイルドな木目も可愛いななんて、思いました。塗装がされてるカリンバよりはこういったシンプルな塗装のものが私は好きですね。シードファンはもちろんのこと、今まで箱型のカリンバを使ってきたとか、他のメーカーさんのカリンバを使ってきた方にもぜひおすすめできます。ちょっとね、他のカリンバとは違う響きがしていますので、よろしければぜひ体験してみてください。それではまた。